やった感じですね。はい、どうもこんにちは。今日はこのラッタンジュの靴再構築をねしていきます。で今日やるのは、最も重要かもしれない釣り込みをねやっていきます。前回ねこのアッパーにこれ袴釣り込みシロをくっつけて中底を加工しました。釣り込みがうまくいけばその後は大丈夫そうかな。すくい縫いもちょっと問題あるかな、分かんないけど重要な部分なんでいつも通り頑張ります。これね守るっていう製菓用品のオンラインショップ結構使うんですけど、そこで買った新固め剤ですね。これをねこっちの瓶に移して使ってます。でその芯なんですけど、普段はね型紙からこう作るんですけど、今回型紙っていうものは存在しないので、このアッパーの形を取りつつ木型に合うようなかかとの芯とつま先の芯を作りました。こんな感じの形ですね。これを濡らしたやつをこっちに入れて釣り込みをしていきます。ここに今の芯を入れていくんですけど、ちょっと芯の残骸が残ってるので取っておきます。よし、取れた。じゃあここに新たに芯を入れていきます。ちなみにここにサイドライニングが入ってるんですけど、これですね、これサイドライニングと芯はかぶるようにしてあります。この芯にまた糊を塗って、よし、こんな感じにして木型に釣り込んでいきます。今入れた芯の厚みがね、厚いところで3ミリぐらいあるので、芯の厚みの分ね木型が大きくなったのと同じことになるので、この辺のつま先のギリギリ具合を気をつけながら釣り込んでいきます。よいしょ。まずはちょっと全体を引っ張って、普段の釣り込みはねもう皮が平面的なんで、この時点では木型に沿ってないんですけど、このアッパーはもう一回靴だったアッパーなので、この時点でかなりね木型には沿ってはいるんですよね。こうつま先はしっかりめに引っ張っておきます。この小指側の部分結構アッパーがギリギリそうだったので、割としっかりめに引っ張っておきます。微妙ギリギリ大丈夫か。いやこれ面白いな。だいたいね位置が決まって良さそうなのでかかとを釣り込んでいきます。ちょっとね付け足した皮がかかと周りは多いですね。ちょっと適宜切りつつやっていきます。この辺見ると釣り込んでもアッパーがねこの中底に乗ってこないんですけど、このかかと周りは結構余裕があって、もともとのアッパーがこう中底に回り込んでくるので、この付け足しが若干ねかかと周りに関しては余計でしたね。でノルウィージャンウェルトでいくので、釣り込みはそんなに深くいかずに浅めでいきます。浅めっていうのはですね、このアッパーが中底に回り込んで平らになる部分が少なめってことです。ここの釘を釣り込みのこの外側目にね打っていきます。もともとこの靴あんまりねかかとの丸みがなかったので丸みがつきにくいですね。いい感じにね釣り込めました。ここに入ってる芯を叩いておきます。よし、じゃあかかとの釣り込みができたのでつま先いきますね。
というかこれ裏返らないじゃん。これ芯を入れるためにねアッパーだけこう裏返してやるんですけど、裏返せない。こういう感じ。ああ、これは問題、ちょっと問題だな。よいしょ。ちょっとなんとか無理やり裏返しました。じゃあまずライニングを釣り込んでいきます。ライニングに糊を塗って、ライニングは糊だけで釣り込みます。よいしょ。つま先の芯を入れていくんですけど、前あった芯の位置書いてありますね。ここに前ラッタンジの工房で線を書いて芯を入れたんですね。なのでちょっと僕はライニング側に入れるので、この位置をコピーしてこの辺ですね、これより前に芯を入れていきます。じゃあつま先の芯を釣り込んでいきます。芯がだいたい乾いたので釘を外していきます。そしたらちょっと皮が余ってるのでこれをカットします。よいしょ。このつま先の芯をね薄く加工しておいたんですけど、ちょっとまだねこの辺が分厚い感じなので全体をつなぎつつ削っていきます。よし、じゃあ次はねこれをつま先をね最後に吸い込んでいきます。芯はこんな感じですね。このねライニングからあんまりボコッとならないように削って形を整えました。じゃあここにまたボンドを塗って、これでこの無理やり裏返したアッパーをちょっとどうにか戻します。これで無理やり戻るか。よいしょ。よし、戻った。あれちょっとビリってこのつけた釣りシロがちょっと破れちゃいました。これはちょっとやっちまったな。なんとかこの辺を引っ張ってよいしょ釣り込みます。釘がねいろんな方向向いて暴れてるんですけど、これはね仕方ないんです。釣り込み代が少なくてちょっとねさっき破れちゃったところとかあるんで、そうなると結局この少ない釣り込み代をね使わなきゃいけない部分が少しあって、というところがこの釘の位置がめちゃくちゃギリギリになるので、こういう風にね斜めに打ち込まないとね釘が木型に刺さないんですよね。というかしゃっくりが止まらない。あ、また破けちゃった。いや、これミスったな。もうめちゃめちゃギリギリだ。
よし、釣り込みは一応完璧に満足いく出来では全然ないんですけど、こんなもんかな。一応頑張りました。釘の打つ位置がね、もう本当に横に打って釘をね巻き込んでるような感じになってるんで、かなり苦し紛れの釣り込みというか、無理やりやった感じですね。でデザインバランスもやっぱりね、この辺が少し張った木型なので、こう U のデザインが結構内側目に寄ってるようにも見えますし、若干この中央部分がずれちゃってる気がしますね。できる限り頑張ったんですけど、この辺はねすごくいい感じに釣り込めてるんですけどね、厳しかったのが2つで、つま先とこの小指の部分、若干元の木型よりサイズがこう長めな木型なので、つま先が結構厳しくてギリギリっていうのと、あともともとこのね指の部分の幅が結構狭めな木型だったので、小指の張り出しがある木型だと結構この辺が厳しかったですね。で一応木型に釣り込むことはできたんで、この後スクリーニングをやってこのギリギリな感じをいかに隠すことができるかっていうのが大事になってきますね。というわけで次回スクリーニングをやります。ノルウェージャンウェルトのスクリーニングをやるんですけど、ノルウェージャンウェルトはねこういうギリギリなところをちょっと隠してくれる頼もしい存在なんですが、隠しきれるのかどうかが不安です多少ね隠しきれなくてもそれはいいことにしますが、できる限り頑張りたいと思います。というわけでね、今回は分解したラッタンジュの木型の再釣り込みをやりましたじゃあまた次の動画でお会いしましょう。